はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外のね、公式テレグラムだったり、ディスコードからね、情報の方を集めて、重要なものだと思ったものをね、僕のでまとめておりますので、ご覧いただければと思います。で、動画の後半の方にはですね、今後のスパークトークンのエアドロップね、の情報についても解説しておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、解説をしていきたいと思います。6月24日、デリゲート保守はエアドロップの後にすぐにできるのか、それとも遅れるのかというね、質問の方ありました。で、答えておりまして、FTSO のデリゲートね、は、最初のエアドロップがコミュニティに配布された時点で行われると思っていますと。ただ、確認が必要ですということですので、フレアチームからね、更新のアナウンスがあるまで、待ってくださいというようなね、質問の答えの方がありました。で、メインネットのうちね、7月11日予定とされております。それから8週間後にね、スパークトークン15%ね、ハイプといった流れになるんですが、その時にね、それからFTSO のね、デリゲート。デリゲートっていうのは、預けてね、トークン預けてさらに報酬をもらうといったね、サービスになりますが、その時にね、行われる可能性がありますが、今後ね、アップデートを待ってくださいというようなね、質問の答えがありました。で、続いて6月25日、スパークトークン FLR の公平なエアドロップについてということで、ヒューゴ CEO がですね、テレグラムの方で、答えておりました。もう一つ言っておかなければならないのは、ほとんどの取引所は財団がコンセンサスの大部分を失うまでフレアに関わらない、ということですということで、これはどういうことかと言いますと、フレアの方でね、最初、フレア財団が、メインネットのうち始めて分散化されるんですよね。で、デリゲーターじゃなくて、FTSO たちですね、データのプロバイダーに分散化されるんですが、それがね、終わるまで、つまり観測モードが行われて8週間後まではね、取引所は関わらないということで、スパークトークンのね、エアドロップ配布まで時間があるんですよね。ですので、どこの取引所が先に配布したとか、こっちが先に配布したとかいうことはないので、より多くの人がほぼ同時にトークンを手に入れることができるため、取引所も参加しやすく公平になりますということでね、答えの方をされてます。もうちょっとね、解釈違うかもしれませんが、大体ね、そういった意味で、配信の方をされているかと思います。はい、で続いて6月25同日ですね。観測モードの時、どのユーザーも FLR スパークトークンは持ってませんと。つまり8週間後に配られるので、誰もその時点では持ってませんと。で、観測モードの時にフレアネットワークスがデリゲートをしようと思っても、誰が FLR をね、デリゲートすることができるのかという質問に対して、私たち、つまりフレア財団ですね、はその期間中に、バリデータ、検証制御をね、FTSO に引き継ぐ、分散化するときに内部的にね、試験的に FTSO にデリゲートすることになりますということですので、これで報酬が発生するかどうかわかりませんが、一応フレア財団の方はね、その期間中にデリゲートをね、試すことができますということですね。はい、続いて6月25日同日ですね、10% のインフレとはどういう意味ですかということで、これはね、メインネットのローンチのね、ロードマップだったり、ところでね、たびたび出てる言葉なんですが、どういった意味なんですかって質問されてまして、で、最初の1年間がトークンのね、供給量が 10% 増加するのでインフレが起こると。で、これは FTSO システムのね、バリデータをいち早く利用したユーザーに報酬という形でインセンティブを与えるということですね。ですので、フレアメインネットをローンチされてから分散化されてね、FTSO のデータプロバイダーに分散化されるときに、それに参加した人たちに報酬を払うために 10% でインフレが起こるということで、そういった意味でね、配信をされてます。で、これがね、5% に減らそうっていうね、ガバナンスによっての提案がね、今検討されているようです。で、続いて、同じく6月25日ですね、SGB トークン、ソングバードですね、使い道は何ですかっていうユーティリティについての質問ですが、これに対してはですね、基本的にソングバードトークンはフレアのね、上でガバナンスの質問、つまり投票ですね、を質問するために使用することができますと。例えばフレアのね、新しい資産をどれピックアップするかとか、あとはどれをブリッジに投票するかとか、そういうのをね、コミュニティが投票するために SGB トークンが使えると。あとは取引手数料に使われたり、あとは S アセットね、F アセットじゃなくて S アセットシステムについて担保として使われたり、これね、報酬は発生しないんですが、S アセットにも使えると。で、ソングバードであとは NFT の鋳造ですね、それをするためだったり、あとはセキュリティのために、使われたりっていうことでね、今後展開されるということですね。はい、続いて、6月26日、どのようなにしてですね、他のコインが S 資産としてリストアップされるのですかという質問に対してですね、今BTC、ビットコインとかライトコインとかね、ステラとかが、F 資産、S 資産としてサポートされるという発表はありましたが、今後ね、どんどん追加される予定です。ですが、どういった基準でね、それが決められていくのかとかね、リストアップされるのかっていう質問です。
これに対してコミュニティによるガバナンスの提案で決めますということで、先ほどもね、話しましたが、コミュニティが決めることができると、つまり SGB トークンを使って投票して決めるのか、ちょっとそれはまだ分かりませんが、ただ、どんな資産でもガバナンスとコミュニティのサポートによってフレアとね、その場統合することができますよっていうね、配信をされてます。で続いて26日で、ネットワークが立ち上がって8週間後にね、観測モード終わってからエアドロップが届くんですかということで、最低で8週間ということですね。で、バリデータが変わったり、あとは観測にね、問題があった場合、ロールバック、戻る場合があるので、もっとね、かかる可能性はあるということですね。では最低8週間ということですね。9月中旬頃になるといった予定です。で、続いて、こちらですね、僕の方で、質問をさせていただきました。仮にね、9月に、予定通り8週間後に 15% エアドロップされた場合、毎月ね、他の15% 以外のね、85% ですか、3% ずつね、分割で配布されるっていうね、前からね、ローンチのロードマップとかで配信されてましたが、それがね、10月から、その次の月からね、間違いなくね、配布されるのかということで、僕の方でね、コミュニティの質問させていただきました。で一応ね、回答の方をいただきまして、トークンの使用に関するガバナンス投票が完了した後、段階的なドロップが開始されるということで、つまりどういうことかと言いますと、これがね、今回のフレアのね、メインネットローンチ等の質問のね、公式の文章の方で、引用しておりますが、残りの配布は、フレアのロールアウト文書 FL02 で言及されている配布の実施法に関するガバナンス投票後に開始されると。で、そのガバナンスの提案っていうのはメインネットのローンチの前か、それ以前に公開されると、まだね、公開の内容の方は公開されてませんが、で、その投票ができるのは、初期配布分、つまり 15% のエアドロップの 75% 以上が投票可能になるか、それとも公開トークン、要はスパークトークンのエアドロップ、ね、配布から6ヶ月が経過した時点、どちらか早い方で、フレアで行われる、ますということですね。ですので、10月からではなくて、このね、75% 投可能になるか、6ヶ月が経った後からですがね、配布できない、配布される可能性があるということですね。で、その FL02 何かと言いますと、ローンチロードマップの、ローンチのロードマップ、これよりね、前に配布されてますが、そちらの内容で、このような、ね、内容になっております。トークンの配布に関するガバナンス最新法ということで、このね、提案はどのようなものを解決するために設定されているかというと、取引所が将来のね、その 3% のトークン分配を受け継げない、配布できないリスクを取り除くため、あとはネットワークに参加するインセンティブをね、さらに、大幅に増加させるため、あとはトークンの割り当てを請求してシステムから引き出すまでの、課税対象のイベント発生をね、回避できるような、内容、これをね、これを解決するためにそのね、ガバナンスの提案、っていうのをね、今取り組んでますと。で、それが投票できるようになるというので、実際のね、どのような提案されるかっていうのはまだこの後ね、配信の方されるかと思います。ですので、すぐね、10月からもらえるかと思いましたが、3% ね、もしかしたら、この後ね、まだ公式の発表ありませんが、この 75% 配布、投票可能になるか、もしくは6ヶ月が経ってからではないと、その 3% のエアドロップでね、配布されない可能性があります。で、一応ね、テレグラムのグループでね、そんなことがないっていうね、意見があったりとか、まだまとまってないところありますので、ちょっと僕の方で読み取れてないところがあるかもしれませんが、そういったね、ちょっとまだ曖昧ですので、このね、ガバナンスの提案がされたときに、またね、メインネットローンチの前か、それ以前ですので、7月11日前後ですかね、そこの時にまたね、新しい情報入ってくるかと思いますので、僕の方でね、またそちら、詳細詰めてですね、またまとめて配信の方していきたいと思います。はい、で、6月29日ですね、フレアネットワークスマルチチェーンウォレットを提供して、すべての F アセットをそこに保存することができますかという質問に対して、要はね、フレアネットワークスはマルチチェーンウォレットを提供するのか、それともその F アセットね、そのステラとかビットコインとか F 資産を、保存することができますかということで、現状ですと、このビフローストですね、はマルチチェーンウォレットとして F アセットに対応する予定ですということで、今後また別のウォレットもね、対応するかどうかって発表あるかと思います。で、FTS のデリゲートがね、可能になるのはいつのなのかという冒頭でもね、同じような質問ありましたが、一応ですね、参加者は最初の FLR 公開配布、スパークトークンの配布イベントとほぼ同時にデリゲートできるようになるというね、回答のをされています。
で、S アセットなぜ遅れているのかと、F アセットの前に S アセットのテストがね、行われるはずなんですが、まだなんで遅れてるんですかって質問に対して、現在、フレアネットワークスのね、メインネットの立ち上げ、これがね、最優先として動いていますと。で、S アセットはソングバットネットワークでね、後ほどテストされますと。で、テストが成功したら、フレアネットワークスに F アセットを配備しますということですね。はい、で、あと6月29日、SGB を直接 FLR に交換するためのね、スワッププラットフォームはね、用意されますかということで質問ありまして、その可能性はね、高いんですが、それはね、サードパーティー、第三者機関が提供するものであると。失礼しました。で、私は知りませんと。で、FLR ファイナンスだったり、オラクルスワップだったり、DAPS ですね、フレアネットワークスで展開している。で、FLR が利用できるようになったら、そのペアがここら辺にね、含まれる可能性もあるということで、まだね、そちらの詳細についてはまだ分かりませんということですね。で、6月30日、フレアはブロックチェーンなのか、それとも ERC 二重トークンなのかという質問に対して、フレアは独自のレイヤー1スマートコントロール対応ブロックチェーンですということで、フレアはトークンではないので、ブロックチェーンですね。イーサリアムと一緒です。で、ERC 二重トークンなのかという質問に対しては、FLR ね、スパークトークンはフレアのネイティブアセット、これがトークンですが、ERC20 ではないと。ただし、フレアとね、ソングバードは両方でね、すべての ERC20 標準っていうのはね、その規格はサポートされてますので、互換性が、持たれるということですね。サービスがいろいろ相互にね、展開することができるということです。で、6月30日で、本日ですが、サポートウォレットのリンクも現在有効ですかということで、今回の動画の概要欄にですね、今回の元記事のリンク貼っておりますので、そちらね、今回の動画の記事見れますので、この URL をクリックしていただきますと、スナップショットね、スパークトークのスナップショットに2020年の12月12日にね、参加したウォレットね、のリストがありますと。で、これをクリックしたら、ディセントとかね、メタマスとか見れますが、それリストは現在も有効なんですが、F アセットの鋳造とかメインネットもサポートするウォレットの詳細っていうのは、今後また提供される予定ということですので、これと別になる可能性があります。で、それのね、リストとかまた公開されたら僕のでまたね、まとめていきたいかと思いますので、また動画の方を見ていただければと思います。はい、で、今回はね、これがフレアのね、ローンチとかのね、最新情報になります。で、僕の方でね、メインネットの7月11日予定しておりますので、どんどんまた情報の方をね、アップしてくると思いますので、まとめてですね、ガンガン配信の方していきたいと思いますので、結構ね、いろいろやることがまたね、出てくるかと思いますので、またね、動画の方を見ていただければと思います。はい、じゃあ、フレアネットワークスのね、今回情報になりました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。